はい、こんにちは。今日はね、スライムキャノンやっていきたいと思います。スライムは敵として登場するんだけど、こいつの物を弾く力を使って弾を飛ばしたいということで行ってみましょう。まず今回使うのはレッドスライム。スライムは餌を与えると大きくなるので、ひとまずちょっとだけ育てます。餌としては人間の食べ物も食べるんだけど、草が一番手頃なんじゃないかな。で、スライムが移動する時の反発を利用したいわゆるスライムキャノンは今まで何度か使ってはいるんだけど、長いこと使ってないのでコツとか忘れてるんだよねなので、じゃん。で、スライムがちょっと大きすぎたか。とにかく以前使ったピッチングマシン、まずはこいつで動作確認してみましょう。こいつはこの草の仕切りが燃え尽きると次の弾を飛ばすような仕組みになってるんだけど、ちょっと見えにくいんだけどちゃんと飛んでますね。今回はこいつをベースにしていく感じなんだけど、とにかく基本的な挙動としてはこんなもんかな。で、今回はロボットと戦うために武器を飛ばしたいので、スライムを育ててもう少し出力の高いものを作っていきます。そうそう、さっきもそうなんだけど、これ餌を与える時に何をやってるのかというと、設計図で作った草の束を食わせてます。スライムは自分の大きさ以上のものは食べれないので、手動で刻んでやればいいんだけど、設計図が実装されてからはこんな感じで草の束を量産できるようになったので、これで時間を短縮できるようになりましたね。で、スライムは餌の向きと反対側に反発力を発生させる習性があるので、餌をつけときます。ちなみにピッチングマシンの方には餌を付け忘れてることに今気づいたんだけど、近くにあった何かを見つけてたのかな。とにかくちゃんと飛んでますね。木のブロックくらいの重さだと余裕で飛ばすみたいなんだけど、生ゴムの方が色が分かりやすいか？なんかさっきよりも上に上がるんだけど、これは多分生ゴム自体が反発力を持ってるので、そのせいかな。意外としっかり飛んでるみたいなので、OK でしょ。で、今回試したいものの一つは設計図での装填。設計図で生成場所をスライムの上にすることで、ちゃんと飛びますね。ちょっと微妙に角度とかが合わせにくい時があって、うまく生成できる位置に合わせるのが難しい時もあるんだけど、一応思った通りの動きはしてるので、あとは実運用で試すかな。じゃあ次は実際に武器を飛ばすとしたらどうなのか。鉄の刃を飛ばしてみると、これ的が薄いせいですり抜けたりもしてるんだけど、ちゃんと飛んで草にダメージを与えてたりしますね。っていうか、いっそこのチャクラムを飛ばせるか。近距離とはいえ
この距離でこの的なら十分なダメージを与えてますね。とはいえ、たまにめちゃくちゃ飛ぶ時もあるとはいえ、飛距離はいまいちかな。もともとスライムキャノンの飛距離は結構気まぐれってことも分かってるんだけど、調整できる要素としては餌の位置か上下に移動したりして飛距離の変わり具合を確認してるんだけど、結果としては斜め後ろ下につけるのがいいかもしんない。この重量弾をそこそこ飛ばせてるので、あとは飛ばすもので調整しようかな。よし、装置自体はこれで完成と言っていいんだけど、木材で作ってるといまいちかっこ悪いので、プラスチックで作り直しましょうか。まあ見た目を変えるためだけに材質を変えただけなんだけど、これを防衛線に設置したいんだよね。で、ロボットを狙いやすい位置がいいんだけど、この辺がいいかな。適当な土台を作って、よいしょ。まあこんなもんか。ちょっとカメラの都合が悪いので、この辺の壁を外しといて、よし、これでスライムキャノンが設置できました。よし、じゃあこれで実際にロボットと戦っていきます。さっきまでいたと思ってたロボットがいないみたいなんだけど、よし、湧いたな。いざって言いたいところなんだけど、相手が動くのって狙いをつけるのが難しいな。結構歩き回るし足も速いので、狙いをつけるのが回り込んでくるか。いや、帰っていきましたね。なかなかヒヤヒヤするな。とにかくとりあえず一発。ダメか。やっぱチャクラムは弾として重そうなので、もっと小さい弾が良さそうかな。もともとこの辺は実戦で調整しようと思ってはいたんだけど、あんまし小さすぎるとどこに飛んでいったかもわからないので面白くないですね。少なくとも近くにいるときはチャクラム弾が届きそうなので使い分けていく感じかな。あ、当たった。どうもね、ダメージを与えた様子はないんだけど足を引っ掛けましたね。とりあえず何発か撃ってみるか。ああ、そっか、こいつ反動で微妙に下がるので、この台に乗せてるとひっくり返るんだな。よいしょ。で、敵が歩き回るので角度を調整したりしながら試してるんだけど、角度を調整してる間にまたどっか行ったりするもんだからなかなか狙えないですね。とにかく適当に撃ってれば当たるかとも思ったんだけど、あんましでたらめに撃ってると弾がなくなっちゃって。とりあえず鉄を新たに持ってきますか。でね、床置きしてた時と比べて飛距離が伸びないなーって思ってたんだけど、どうもね、土台が小さくって踏ん張りが効かなくなってるみたいなんだよね。なので土台を大きくしました。
こうしとけば私も台の上に上がれるので敵が見やすいかもしんない。そんなこんなで試してるんだけど、敵が遠くに行くとチャクラ無弾だと絶対届かないんだよな。なので分解してこれを弾として使うか。これで試してみると格段に飛距離が伸びますね。ロボットには当たってないとはいえ遠くの木を壊したりもしてるので飛距離だけは分かりますね。まあ無駄な森林破壊をしてるわけなんだけどとにかくいくらか連射してると当たった。こんな感じで点灯させることは何度かできてはいるんだけど、これね全然ダメージが入ってないんだよねまあロボットはまともに殴ってもなかなか倒せないことも分かってはいるんだけど、これだと何発当てても倒すことはできないかなとはいえこれね敵の距離によって設計図上の生成対象を切り替えるってな技が使えるので物理的な装填システムでは難しい弾の使い分けができますね。今とりあえず2種類の弾を使っているんだけど、距離とか対象によって弾を変えるってのは応用の余地があるかな。ただ設計図を連打してるとたまにカーソルが勝手に滑って別のものを選択した判定になっちゃったりもするのでこの現象に悩まされたりもしてますねまあなんやかんやって戦ってはいるんだけど、やべ探知されたか。とはいえ防衛戦のおかげで武器を用意する時間は稼げる。よっしゃ来いや。土台に乗ってるせいでこの武器だと届かないな。長めの武器に組み替えるからちょっと待ってね。おっとあれどうしたん？よくわかんないんだけどなんか硬直してますね。まあ面白い映像も撮れたしこの辺にしときますか。ということでスライムキャノンやってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。冒頭でもちらっと言った通りスライムキャノンの仕組みを使ったものは過去に若干やったことはあったんだけどシンプルに武器利用したのは初めてでしたね。まあ実績に関しては一見残念な結果にはなってるんだけどこれねロボットを相手にしたってのかさすがに相手が悪かったってところで実は私も後で気づいたんだけどドローン基地の柱とビーム砲を1個壊してるんだよね。これ自体はまぐれ当たりではあるんだけどこれらを破壊する攻撃力はあるってところで一定の成果はあると言っていいんじゃないかな。でここでなんとはいドーンプリミティアのバージョン 2.0 がリリースされました。イエイ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 。この前バージョンアップが入ったばっかしなんだけど今回のバージョン 2.0 で正式リリースで扱いになるみたいですね。で今回実装されたのが要塞のボスとなると
早速こいつを倒しに行こうかな。ということで次回はボス攻略作戦やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。